はい、皆さんこんにちは。今日は日本語の比較について少しお話ししたいと思います。寿司の方がうどんより高いです。寿司が一番高いです。こういった表現について少し説明したいと思います。こういう2つの文があります。こういうふうな状況ですね。寿司3000円、うどん700円。寿司は高いです。うどんは高くないです。まあ実際こんな感じですね。これを比較したいです。どうするか。こういうふうな構造の文章を作ります。何々の方が何々より何々です。で、どうするかというと、こうなります。寿司の方がうどんより形容詞高いです。はい。こうすることで、寿司3000円、うどん700円。あ、こっちの方がたくさんお金がいるんだなという意味になります。はい。英語にするとこんな感じです。でですね、ちょっと難しいのは、寿司とうどん、今2つありますが、どちらをどちらの場所に置けばいいのか。時々まだこれを習ったばかりの時は混乱して逆になったりとかね、することがあるんですが、どういうふうに覚えたらいいかというとですね、ポイントはここですね。ここ。うどんよりということです。英語で言うとこの部分です。このよりが than に対応しているというふうに考えてください。だから、うどんよりこの than うどん、この部分をしっかり押さえておけば、あと余った方をこっちに持っていけば、これで大丈夫です。いいですね。この辺しっかり覚えてください。では次に疑問文にしてみましょう。今、値段がわからないという状況にあります。いや、わかるんですけどね、感覚的にこっちなんですけども、わからないとして、それでどちらか選びたいんだけども、値段がわからないからどうしようか、どちらがたくさんお金がいるかわかりませんという時です。それで、これを聞きたいときは、こんな構造の文を作らなくちゃいけません。もちろん疑問文ですからね、最後、ですかという、これがいります。はい。どこが違うかというと、ここですね。わからないからね。わからないから、どちら、寿司、うどん、高い方がわからないから。今、どちらというふうな言葉を入れなくちゃいけません。そして、残りの寿司とうどんはですね、平等に扱って、何々と何々とというふうに比べます。そして最後は形容詞ですね。高いですか。意味はこんな感じになります。いいですね。高い方がわからないから、わからないからどちらの方がというふうにしなくちゃいけません。で、あとは寿司とうどん、比べるものを並べます。次、今は2つのものを比べるという状況でした。今度は、はい、3つのものを比べなくちゃいけません。で、文にするとこんな感じですね。寿司の方がカレーより高いです。寿司の方がカレーより高いです。カレーの方がうどんより高いです。はい。この3つを比べるとき、こんな風な構造の文を作らなくちゃいけません。何々と何々と何々の中で何々が一番です。ここは形容詞ですね。はい。では、入れてみましょう。
こんな感じになります。まず、寿司ですね。寿司とカレーとうどんの中で、寿司が一番高いです。意味はこうなります。で、少し長くなったのでね、どの言葉がどれに対応しているのか確認しましょう。こんな感じに対応しております。まずね、ナンバーワンを決めなくちゃいけない。1番というのはナンバーワンですからね。これが、この辺に対応している。で、今度は3つありますから、の方がよりじゃないです。それは2つの時。3つよりも多くなると、の中でを使わなくちゃいけません。ということで、これはここに対応してますね。あとはね、さっきと同じように、何々と何々と何々。どれが一番かわからないからね、今は。全部同じで、とでつないでください。これを、じゃあ疑問文にしたい状況はこんな感じです。わかりません。値段がわからない。もう財布にあまりお金がない。そんな時ですね。はい。こういうふうな文章を作らなくちゃいけません。もちろん疑問文ですから、最後はね、かになります。それで、ここに寿司が一番高い。で、これがわからない。これを聞きたいから、今度はどれを使います。さっきはどちらでしたね。2つの時はどちら。3つより多い時はどれを使ってください。あとは同じように、ここにもうどれが一番かわからないからね。寿司とカレーとうどんの中でどれが一番高いですか。こんな風になります。英語にするとこんな感じで、このどれはここですね。英語と同じですね。疑問。それからさっきと同じ1番、ナンバーワンのやつ。ここに来ます。中で、はい、ここです。あとは同じですね。こんな感じで疑問文ができます。では、ちょっと練習をしてみましょう。はい。比較の練習になります。まず、こういうふうな質問をされたというふうに考えてください。今、ここに日本の地図を出してありますが、どういうことをするかというと、皆さん、日本のそれぞれの島の名前はご存知かと思いますが、少しだけ確認をしてみましょう。まず、本州ですが、この一番大きい島ですね。次に、北海道ですが、この北の島ですね。大きいですね。そして、四国はここです。最後に、九州。九州は一番南の島ですね。これらの日本を構成する4つの島を使って、こういうことを比較してみましょう。大きい、小さいです。例えば、本州と北海道とどちらの方が大きいですか。はい。当然答えは本州の方が北海道より大きいです。じゃあ、北海道と四国はどうでしょう。見てすぐにわかりますね。じゃあ今度はね、逆に行きましょう。北海道と四国とどちらの方が小さいですか。当然見てすぐにわかりますね。四国の方が北海道より小さいです。となります。今度はね、九州と四国を比べてみましょう。九州と四国と
どちらの方が大きいですか？これはね、よく見ると九州ですね。ということで答えは九州の方が四国より大きいですとなります。いいですね。では今度はどれが一番大きいですかということで聞いてみましょう。本州と北海道と四国と九州の中でどれが一番大きいですか？はい。当然答えは本州ですから、北海道と本州と四国と九州の中で本州が一番大きいですとなります。いちいち全部言うのは大変なので、この中でと言ってもいいですよ。この中で、この中というのは今当然北海道、本州、四国、九州ということですが、この中でどれが一番小さいですか？こういうふうに言っても大丈夫です。はい。答えは四国ですね。この中で四国が一番小さいですと言えばいいです。では、もう一ついきましょう。東京と大阪出てきましたが、日本語を勉強している皆さん、東京と大阪の場所ぐらいはね、大体わかるように、あと京都もね、大阪のちょっと北にありますが、時々地図を見るようにしてください。では、この東京と大阪を使って、こういうことを考えてみましょう。今、東京から大阪に乗り物で移動したい。そういうとき、ね、飛行機、新幹線、バス、大体この3つが使えるんですが、この3つの乗り物を使って、こういうことを比較してみたいと思います。まず、飛行機です。飛行機で大阪まで行く。こんな感じですね。早いですね。いいですか？では、次は新幹線です。新幹線で大阪まで行く。こんな感じでしょうかね。時間で言うとね、飛行機は1時間20分、新幹線は2時間20分ぐらいですね。あんまり変わらないですね。次はバスです。バスだと、こんな感じでございます。はい。時間で言うと、9時間ですね。もうナイトバスということで、夜バスの中で過ごすというのが普通ですけどね。この3つを使って表現してみましょう。飛行機と新幹線とどちらの方が早いですか？答えは飛行機の方が新幹線より早いですとなります。新幹線とバスとどちらの方が遅いですか？当然答えはバスの方が新幹線より遅いですというふうになります。では、飛行機と新幹線とバスの中でどれが一番早いですか？時間を見れば飛行機ですから、飛行機と新幹線とバスの中で飛行機が一番早いです。今度は逆に、この中で、さっきも言いました、この中でを使ってもいいです。この中でどれが一番遅いですか？当然、時間が一番かかるバスですね。この中でバスが一番遅いです。そういうふうになります。いかがでしたでしょうか？とりあえず一番簡単なサブジェクトと形容詞だけの文について考えてみました。他の形の文にも使えたりしますので、それについてはまた別の動画で説明してみたいと思います。はい、皆さん、
本日の動画いかがでしたでしょうか？英語などとはね、少し違った方法で表現しないといけないということで、最初はかなり戸惑う文法かと思います。この構造の文章の作り方については、また応用編として動画を用意しようと思っていますので、そちらの方もご覧になってみてください。最後になりましたが、チャンネル登録していただければ励みになります。皆さんのサポートよろしくお願いします。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。